皆さん、こんにちは。大蓮寺の住職の秋田光彦です。今日は大蓮寺の友行堂で毎月開催しているお寺就活カフェについてご紹介したいと思います。世間でいう一般的な就活とはちょっと違いまして、お寺の就活ですので、人間にとって一番大事なテーマ、生きること、死ぬることについていろんな人と語り合っております。まずですね、会場の友行堂のことについてご紹介しておきましょう。ご覧のようにですね、もう本当に小さな建坪15坪ですので、ちっちゃなお堂なんですが、去年2019年の春にですね、再建をいたしました大蓮寺敷設のお堂でございます。10人も入ったらもう本当にちょっと狭いっていう感じの、そんなコンパクトな空間なんですが、その場所がまず法要の場所に、それから納骨堂でもあり、そしていろんな方が相談をされる、そういうカウンセリングの場にもなり、月に1回はお寺就活カフェの会場になったりしております。お寺の本堂でもいいんですけど、お寺の本堂というとちょっと構えが大きくなってしまってですね、ちょっと敷居が高いっていう感じがしますよね。その点ですね、友行堂はちょっと見かけもですねスマートですし、ちょっと可愛くて敷居が低い。でいきなり私が出てくるんではなくて、お寺のですね、女性の職員たちがにこやかに迎えてくださいます。ご覧のようにですね、最近の就活カフェのですね、これはプログラムなんですけれども、決してですねお勉強会ではないんです。就活ネタで皆さん参加して同士仲良くなりましょうというのが趣旨でございまして、ゲストはこうやって毎月いらっしゃいますけども、ゲストのお話を聴講させていただくというよりも、そのお話をきっかけにですね参加者同士が話し合うというのがメインです。狭いんでね、文字通り袖触れ合うも多少の縁でございまして、皆さんの距離が近いので、それだけ本音も言えるし、仲良くなれる、そういう場所を目指しております。ちなみにどなたでも参加することができます。参加費は必要ございません。無料です。いろんな職業やですね、いろんな立場の方が集まってきますが、共通していることは皆さん就活、特にお寺の就活ですから、人生の最後の在り方、そこまでどうやって生きていくのかということについて関心があるということと、もう一つはね、それを先生から教わるというよりも、なんか皆さんと話し合いたいという、そういう気持ちで集まっていらっしゃいます。さて、このお寺の就活カフェなんですが、わざわざお寺のというですね、冠をつけておりますが、なんでお寺で就活なのかというふうなですねお声もあるかもしれません。今や就活というとですね、銀行でも、保険会社でも農協でも、葬儀社さんでもねやってますから、もうある意味完全に社会に根付いてしまったので、今更という感じがするかもしれませんが、実は私が申し上げているお寺の就活と一般の就活とは目的が異なります。一般的にはですね、就活と言いますと、人生の最後に向けて生前準備をすることというふうに定義されています。一番よく知られているのは、お墓のこととかお葬式のこと、保険とかね、遺言、最近は家じまいとかね、それから人生最後のですね、医療に関わることも多いわけですから、そういったことをエンディングノートに書いて、生前にこうしてほしい、こうしたいというふうに意思表示をすること、これがですね大体ですね一般的な就活なんですが、これね大体それに対処する専門家がいらっしゃるんですね。葬儀社さんもいらっしゃいます、ドクターもいらっしゃいます、いわゆるFP というんですか、ファイナンシャルプランナーもいらっしゃいます。いろんな対応策があって、とりあえずは解決することができます。今ね、大手スーパーにはですね、就活カウンターみたいなですね、相談カウンターがありまして、そこ行きますと、もう大抵のことは教えてくれます。で、こういうサービスがございますよ、こういう商品がございますよ。今やね、エンディング産業というですね、名前があるぐらいですね、いろんなサービスやいろんな商品があるんで、そういう意味では困ることはあまりないんです。お金さえあれば。でもね、どうなんでしょうね。就活って皆さん、商品を買ったらそれで安心なんでしょうか。お葬式の予約をしました、お墓をですね生前に求めました、だからもう死後の憂いはない、
大丈夫ということなんでしょうか。現在のですね就活ブームの背景には皆さん周りにですね迷惑をかけてはいけない、迷惑をかけたくない、だから自分のできるところは今のうちにというですね、そういう心理が働いているということは事実だと思います。その是非はね、今日はちょっと論じませんけども、つまり考えていることは相手のことや周囲のこと、世間のことを考えているわけで、案外自分の本当の最後について思いを馳せているとはですね、ちょっと言い難い部分もあると思うんですね。私はですね、僧侶として就活というのは自分の命の行方、難しい言葉で、死生観という言葉がありますが、この自分の命の行方、死生観を考える大切なきっかけになるんではないかと考えています。例えば緩和ケアの病棟に行かれます。で緩和ケアですと、体の痛み、肉体的な痛み、これは和らげていただくことができると思います。しかし私は死んでどこへ行くのかという心の痛みといいますか、そういった悩みについては治療することはできません。これからですね、高齢化がどんどん進んで、しかもがんやですね認知症にかかるリスクは高くなってきます。自分ではっきりと判断する、自分で意識をきちっと捉えるということもだんだん衰えてきます。ですので本当に大事なことは、お葬式の予約を急ぐということも大事かとは思いますけども、それよりもできれば早いうちから自分の命の行方について思いを致すことではないんでしょうか。死についていろいろね話し合ったり考えたりって、ちょっと縁起でもないなってお思いかもしれませんが、そうとは言えない。死について考えるということは裏を返せば今をどう生きるかを考えることにつながっています。死というものは今の生き方をある意味批判的に捉えます。問い直します。もうこうあらねばならないというですね、ゴリゴリに固まった自分の思い込みを和らげてくれたり、あるいはそこに新しい発見をですね与えてくれるかもしれない。それにはね、何か先生から正解を教えてもらうんではなくって、まず同じ思いを持った皆さん同士、その思いを語り合いましょう、話し合いましょうというところから始まるのではないでしょうか。お寺就活カフェには時々ですね、身近な家族を失いましたとか、以前は自分自身がね、その方自身が今がんを患っていて闘病中であるとか、そういう方々がいらっしゃることもあります。でそういう方たちと共に語り合う生と死について一緒に参加された方々が学んでいくことは大変大きなことで、専門家の先生から教えていただくということとは全く違う大きな気づきがそこにはあると思います。そういった話し合いをですね、昔は地域社会やあるいは家族の中でも話し合ったのかもしれない。しかし今そういうことを話し合う場所自体がどんどんなくなってしまって、病院に行っても治療とかねケアについては説明してくださいますが、まず本人同士がですね話し合うという機会は少ないです。お寺就活カフェが目指していることは、同じ場所に集まった人同士、まず出会う、そして話し合う、そしてつながり合う。その結果少し元気をもらって生きていこう、そう思ってくださったら幸いだなと思っております。お寺で語り合うというのはですね、ちょっとよその場所で、例えばねどっかの市民会館の会議室で話すとかね、どっかのホテルのお部屋で話すとか、ちょっとね異質なものがありますよ。なんといっても友行堂にはご本尊の仏様がいらっしゃいます。それから友行堂の周辺はねお墓なんですよ。ですからたくさんのね、ご先祖様がいらっしゃる。そういうところで、自分の肩書きがどうだとかですね、名刺交換するとかですね、あんまりそういうことを必要とされないですね。そういう意味で言うと、みんなが平等、みんなが同一線上に立って出会うことができると同時に、御仏様が見ていてくださっている。これ大きいですね。自分の命、自分の死というのは自分一人寂しくいかねばならないのではなくて、
ご先祖様に見守られ、そして仏様に導かれるということに気づいていくと、死というものが決して一人で完結する、迷惑をかけてはいけないというものではないんだということに改めて気づくのではないでしょうか。つながりというのはですね、仏教語ではご縁と申します。そういう意味で言うとね、お寺就活カフェではですね、仏様とのご縁も大切にしたいなと思っております。今私たちの社会はですね、無縁社会と言われます。無縁社会と言われていて、誰もがですね、孤立とか不安が大きいというふうに言われますね。確かに家族がどんどん減っていく、地域社会も衰退していく、今やですね、血縁とか支援とか昔あったそういうご縁に頼ることが難しいんであれば、ならば新しいご縁を作っていく。それを縁があると書いて有縁と申しますが、無縁であるならば新しいご縁、有縁を一緒に作っていこうというのが私たちの目指すところです。お寺就活カフェは本当に小さな場所ですけども、こんなところからでもですね、お互いを支え合う、そういうご縁の仲間づくりができればありがたいなというふうに思っております。次回のですね、お寺就活カフェのご案内ですけれども、この YouTube のですね、画面の下にございます概要欄のところに、ホームページのリンクを貼ってございます。そちらをぜひご参照なさってください。それではまたお目にかかりましょう。